レッスン1、あなたの名前は何ですか？こんにちは。あなたの名前は何ですか？私はアンナです。そして、あなたは？私はジョンです。はじめまして、アンナ。私も会えて嬉しいよ、ジョン。アンナ、どこの出身なの？私はドイツ出身です。あなたはどう？私はアメリカ出身です。それは面白い。ジョン、あなたは何歳ですか？私は28歳です。あんた、アンナ。私は25歳です。何をして生計を立てているの、アンナ？私は教師です。あなたはどう、ジョン？私はエンジニアとして働いています。それは魅力的に聞こえます。ありがとう、アナ。好きな色は何色ですか？私は青が好きです。あなたはどう、ジョン？私の好きな色は緑です。面白い選択です。レッスンに、あなたはどこの出身ですか？こんにちは。どこの出身ですか？私はドイツ出身です。あなたはどう？私はアメリカ出身です。それは面白い。ドイツに行ったことはありますか？いいえ、していません。いつか訪れてみたいです。そうすべきだ。ドイツには見るべき美しい場所がある。食べ物も素晴らしいと聞きました。好きなドイツ料理は何ですか？私のお気に入りはシュニッツェルです。パン粉をまぶした肉料理です。美味しそう。ドイツの人気デザートってあるの？はい、シュバルツバルトのケーキはドイツで有名です。聞いたことがある。訪れたら必ず食べてみます。がっかりすることはないでしょう。ドイツには豊かな文化と歴史がある。それを直接体験できることにワクワクしています。ドイツのどんなところが好き？フェスティバル、特にオクトーバーフェストが大好きです。ずっとオクトーバーフェストに参加したいと思っていました。とても楽しいに違いない。間違いなくそうです。君は来てお祝いに加わった方がいいよ。絶対に検討します。共有してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン・ドイツについて他に質問があれば教えてください。私がします。おもてなしをありがとう。レッスン3、あなたは何歳ですか？こんにちは。あなたは何歳ですか？私は22歳です。そして、あなたは？私は29歳です。あなたは自分の年齢より年上だと感じますか？それとも若く感じますか？若く感じます。あなたはどう？私も同じように感じます。年齢はただの数字だよね。それは本当です。大事なのは自分の内側でどう感じるかだ。絶対に。それで、あなたは何歳が一番いいと思いますか？どの年齢層にも独自の美しさと経験があると思います。私も同感です。それぞれの年齢は人生にユニークな何かをもたらします。間違いなく。それはすべて旅の一部です。レッスン4、好きな色は何ですか？こんにちは。好きな色は何ですか？私の好きな色は青です。あなたはどう？私は緑が好きです。青い色のどこが好きですか？青は私に海を思い起こさせ、落ち着きをもたらします。緑は自然と新鮮さを思い起こさせます。
あなたはどう？すがすがしいですね。緑が成長と活力を表しているところが好きです。青と緑はどちらも落ち着いた色です。一番嫌いな色はありますか？私はオレンジの大ファンではありません。鮮やかすぎて私の好みには合わない。あなたはどう？私は特に茶色が好きではない。私にはちょっと退屈に思える。色の好みは人によって異なります。面白いですね。絶対に。誰もが独自の好みを持っています。多様性の美しさをさらに高めます。確かに。色は様々な感情を呼び起こし、様々な意味を持つことがあります。レッスン後、あなたは何をして生計を立てていますか？こんにちは。あなたは何をして生計を立てていますか？私はマーケティングエージェンシーで働いています。あなたはどう？私はエンジニアです。この仕事で一番楽しいことは何ですか？マーケティングに関わる創造性と問題解決が大好きです。それは面白そうですね。あなたの主な責任は何ですか？私はソーシャルメディアキャンペーンを担当し、市場動向を分析しています。それは重要な役割です。あなたはどう？エンジニアは何をしますか？エンジニアは構造物や機械などを設計及び構築します。エンジニアリングを通じてアイデアを形にすることにやりがいを感じています。レッスン6、私はマーケティングエージェンシーで働いています。こんにちは。またお会いできて嬉しいです。仕事の調子はどう？順調です。私はマーケティングエージェンシーで働いています。ワクワクしそうですね。どんなマーケティングが専門ですか？私たちはデジタルマーケティングとソーシャルメディアキャンペーンに焦点を当てています。これは今日のデジタル時代における重要な分野です。エージェンシーでのあなたの役割は？私はコンテンツクリエイターです。私はクライアントのために魅力的なコンテンツを書き、デザインしています。それは素晴らしいです。創造性は君の仕事の大きな部分を占めるに違いない。はい、そうです。クライアントのために革新的なアイデアを思いつくのが楽しいです。想像できます。マーケティングとは、注目を集めて目立つことです。まさに、絶え間ない適応を必要とするダイナミックな分野です。マーケティングエージェンシーで働く上で一番難しいことは何ですか？絶え間なく変化するトレンドやアルゴリズムに遅れずについていくのは難しい場合があります。そのためには、継続的に学習し、常に最新の状態に保つ必要があることは理解できます。間違いなく、デジタル世界では常に時代を先取りすることが重要です。自分の役割における成功を図るにはどうすればよいでしょうか？エンゲージメントやコンバージョンなどの主要業績評価指標 KPI を追跡します。キャンペーンの効果を測定するには、測定可能な結果を得ることが重要です。絶対に戦略を最適化し、クライアントにより良い結果をもたらすのに役立ちます。テンポが速く、やりがいのある分野のように思えます。はい、大変なこともありますが、私たちの仕事の影響を見るのはやりがいを感じています。それは素晴らしいです。マーケティングエージェンシーでの仕事を楽しんでくれて嬉しいです。教訓7、あなたのキャリアの目標は何ですか？こんにちは。あなたのキャリアの目標は何ですか？私の目標はマーケティングマネージャーになることです。それは素晴らしいです。どうやってそれを達成するつもりなの？私はより多くの経験を積み、指導的役割を担うことを目指しています。スキルと専門知識を身につけることが重要になります。
はい、継続的な学習と職業上の成長は非常に重要です。特化したい分野はありますか？デジタルマーケティングとデータ分析に焦点を当てたいです。それは賢い選択です。それらのスキルは高い需要がある。ありがとうございます。あなたはどう、ジョン？あなたのキャリアの目標は何ですか？私は自分の分野のプロジェクトマネージャーになりたいと思っています。それは重要な役割です。どうやってそのポジションにたどり着く予定ですか？私はリーダーシップとコミュニケーションスキルの向上に取り組んでいます。これはチームやプロジェクトを効果的に管理するために不可欠です。はい、私は優れた対人スキルは、どのようなリーダーシップの役割においても不可欠だと思います。絶対に。キャリアの目標を達成できて幸運を祈るよ、ジョン。ありがとう、アナ。あなたも同じです。道中お互いを支え合いましょレッスン8、自由時間には何をするのが好きですか？う。こんにちは。自由時間には何をするのが好きですか？私は本を読んだり散歩したりするのが好きです。あなたはどう？バスケットボールをしたり、音楽を聴いたりするのが大好きです。楽しそうですね。友達とバスケットボールをしますか？はい、地元のコートで友達のグループとよくプレーします。それはアクティブで社交的であり続けるための素晴らしい方法に違いありません。絶対に。楽しくて競争の激しいリラックスタイムです。そして、どんな本を読むのが好きですか？私はファンタジー小説と SF 小説のファンです。これらのジャンルは多くの想像力と現実逃避をもたらします。はい、彼らは私を様々な世界に連れて行き、私の創造性を刺激します。それは素晴らしいです。読書はリラックスして学ぶ素晴らしい方法です。間違いなくそうです。ウォーキングで一番楽しいことは何ですか？私は屋外にいて、徒歩で新しい場所を探索するのが大好きです。歩くと自然の美しさを味わえますよね。はい、私にとっては平和で爽快な体験です。それは素晴らしいです。私たちはみんな、人生に安らぎの瞬間を必要としています。絶対に。心をすっきりさせ、バランスを取るのに役立ちます。これ以上は同意できませんでした。セルフケアを優先することが大切だ。確かに。好きなアクティビティを見つけることは、充実した人生の鍵です。よく言った、アナ。これからも趣味の時間を作っていきましょ間違いない、ジョン。喜びをもたらすことをすれば、人生はより良くなります。レッスン9、スポーツは好きですか？う。こんにちは。スポーツは好きですか？そうでもなく、私はアートと音楽にもっと興味があります。あなたはどう？はい、私はスポーツが大好きです。遊んだり見たりしています。どんなスポーツを楽しんでいますか？私はバスケットボールとサッカーをするのが一番好きです。それは素晴らしいです。友達とプレイしますか？それともチームでプレイしますか？友達とバスケットボールをしたり、地元のチームでサッカーをしたりしています。スポーツは健康を維持し、楽しむのに最適な方法です。間違いなく。他の人との絆を深める良い方法でもあります。チームスポーツがいかに強いつながりを築くことができるかがわかります。はい、スポーツではチームワークと友情が重要です。どんなスポーツを観戦するのが好きですか？私はバスケットボール、サッカー、アメリカンフットボールを見るのが好きです。特にチャンピオンシップ中は、スポーツ観戦はエキサイティングです。
はい、雰囲気と期待は信じられないほどです。アスリートの情熱と技術に感謝できます。スポーツは、規律や忍耐力など、人生の貴重な教訓も教えてくれます。それは本当です。スポーツには人々を結びつける方法がある。絶対に。彼らには独自の世界共通言語があります。スポーツは好きじゃないけど、その魅力はよくわかる。それは全く問題ありません。私たちはみんな、異なる興味や情熱を持っています。確かに。それが私たちをユニークで多様なものにしているのです。まさに。では、好きなアートや音楽は何ですか？私は絵を描いたり、クラシック音楽を聴いたりするのが好きです。それは素晴らしいですね。アートと音楽には独自の美しさと表現があります。彼らは間違いなくそうします。彼らに没頭するのは楽しいことです。様々なことに感謝し、お互いから学ぶことができるのは素晴らしいことです。絶対に。私たちの違いは会話を面白く豊かにします。アンナ、これ以上同意できない。これからも分かち合い、一緒に学びましょレッスン10、あなたの好きな趣味は何ですか？う。こんにちは。あなたの好きな趣味は何ですか？私の好きな趣味は絵を描くことです。あなたはどう？私はギターを弾くのが好きです。絵を描くことのどんなところが好きですか？色を使って自分を表現したり、ユニークなものを作ったりするのが大好きです。それは美しい。絵を描くことで創造性を解き放つことができます。はい、それは私にとってのリラクゼーションと自己表現の一形態です。それは素晴らしいです。好きな科目やスタイルはありますか？私は風景を描いたり、鮮やかな色を使ったりするのが好きです。素敵ですね。自然は素晴らしいインスピレーションになり得ます。間違いなく。それは私に安らぎとインスピレーションをもたらします。そして、ギターを弾くことのどんなところが好きですか？それが作り出すメロディーとリズムが大好きです。気持ちが落ち着きます。音楽には魂に触れる方法があります。好きなジャンルはありますか？私はアコースティックとクラシック音楽を演奏するのが一番好きです。それは素晴らしいです。ギターは用途が広く、様々なジャンルにフィットします。はい、これは個別の解釈を可能にする多用途の楽器です。絶対に。趣味がいかに私たちに喜びと充実感をもたらすかは驚くべきことです。私も同感です。彼らは脱出と達成感を与えてくれます。私たちを幸せにする活動に時間を割くことは重要です。はい、趣味は私たちが元気を取り戻し、生活のバランスを取るのに役立ちます。また、自分の情熱を探求し、新しい才能を発見するのにも役立ちます。それは本当です。趣味は個人の成長や自己発見につながります。これからも趣味を育み、情熱を持ち続けましょ間違いない、ジョン。好きなことを追求すれば人生はもっと楽しくなる。レッスン11、普段は何時に起きますか？う。こんにちは。あなたは通常何時に起きますか？私は大抵朝7時に起きます。あなたはどう？私は朝6時に起きて一日を始める。朝の日課はありますか？はい、コーヒーを飲みながらストレッチをするのが好きです。それは一日を始めるのに最適な方法のように思えます。午前7時に起きる特別な理由はありますか？これからの日に備えるのに十分な時間を与えてくれると思います。
それは良い点です。ルーチンがあると生産性が上がる。まさに。それはその日の残りの時間をポジティブな雰囲気にしてくれます。私も同感です。その時間に起きやすいと思いますか？はい、時間が経つにつれて早起きする習慣ができました。それは印象的です。睡眠スケジュールに関しては、一貫性が重要です。間違いなく、健康的な睡眠と覚醒のサイクルを維持するのに役立ちます。週末はどう？寝ているのか、それとも同じスケジュールで過ごすのか。週末でも同じような起床時間を保つようにしています。これは一貫性を保つための良いアプローチです。リズムを保ち、日々を最大限に活用するのに役立ちます。それは理解できます。ルーチンを確立することは有益かもしれません。はい、構造が整い、整理整頓に役立ちます。さて、あなたに合ったルーチンを見つけたようです。はい、私のライフスタイルと生産性には適しています。それは嬉しいですね。おはようの習慣がその日の調子を整える。絶対に。準備が整い、集中力が高まります。共有してくれてありがとう、アンナ。私も朝7時に起きてみようかな。どういたしまして、自分に合ったルーチンを見つけることで違いが生まれます。レッスン12、1日をどのように始めますか？こんにちは。どうやって一日を始めますか？私はヘルシーな朝食で一日をスタートします。あなたはどう？私は一日を軽い運動で始めるのが好きです。朝の活力を取り戻すのに最適な方法です。はい、目が覚め、その日の準備が整ったように感じるのに役立ちます。特定のエクササイズルーチンはありますか？私は大抵家でジョギングをしたり、ストレッチをしたりします。それは体を動かすのに良い方法のように思えます。活動的であり続け、健康に気を配ることが重要です。私も同感です。運動は私たちの健康に多くの恩恵をもたらす。運動した後は、シャワーを浴びて服を着るのが好きです。リフレッシュしてその日の準備をするのにいい方法です。これにより、私はより目を覚まし、タスクに取り組む準備ができていると感じることがタスクできます。に優先順位をつけるためにトゥードゥリストを作るのが好きです。これは、整理整頓と集中力を維持するのに最適な方法です。はい、順調に進み、生産性を高めるのに役立ちます。特定の朝の習慣や習慣はありますか？私は本を読みながらお茶を飲みながら楽しんでいます。穏やかで楽しい一日を始める方法のように思えます。リラックスして、朝に向けてポジティブな雰囲気を作るのに役立ちます。それは素晴らしいです。安らぎのひとときを見つけることが大切です。絶対に。一日の忙しさのバランスを取るのに役立ちます。アンナ、朝のルーティンがいいようだね。ありがとう、ジョン。私にとってはうまくいきます。あなたはどう？運動を取り入れて整理することが私にとって重要だと思います。素晴らしい、ジョン。一日の始め方は人それぞれだ。確かに。すべては、私たちにとって最も効果的なものを個別に見つけることです。まさに。これからも幸福と生産性を優先していきましょう。絶対に、アンナ。毎日をポジティブな気持ちで始めましょ
レッスン13、朝の日課はどのようなものですか？こんにちは。あなたの朝の日課はどのようなものですか？私は目を覚まし、歯を磨き、顔を洗います。それは一日を始めるのに良い方法です。次は何？早速朝食をとり、コーヒーを入れます。朝食とコーヒーはエネルギーに欠かせません。その後はどうしますか？服を着て、数分間瞑想します。瞑想は集中力とリラクゼーションに役立ちます。他に何かアクティビティはありますか？メールをチェックして、その日の予定リストを作ります。整理整頓は重要です。運動はどう？家で軽いストレッチやヨガをしています。ストレッチは体を目覚めさせるのに最適な方法です。他に何か？出発前に荷物を集めて出かける。それはシンプルで効率的な朝のルーチンのようですね。はい、その日の準備が整い、準備ができていると感じるのに役立ち自ます。分に合ったルーチンを確立することが重要です。絶対に。それはその日の残りの時間をポジティブな雰囲気にしてくれます。共有してくれてありがとう、アンナ。あなたのルーチンを取り入れるかもしれません。どういたしまして、自分に合ったルーチンを見つけることは有益だ。レッスン14、寝る前に何をしますか？こんにちは。寝る前に何をしますか？私は本を読んでリラックスするのが好きです。読書はリラックスするのに最適な方法です。好きなジャンルはありますか？私はフィクションとミステリー小説が一番好きです。それは興味をそそられます。読書はあなたを様々な世界に連れて行ってくれる。はい、その日のストレスから解放されます。寝たい特定の時間帯はありますか？午後10時頃に寝るようにしてるけど、あなたはどう？夜11時までに寝て、ぐっすり休むことを目指しています。それは良い目標です。十分な睡眠は健康全般にとって重要です。絶対に。充電と生産性の向上に役立ちます。寝る前に照明を暗くして落ち着いた雰囲気を作るのも好きです。それは良い習慣です。心地よい環境を作ることで睡眠を促進できます。はい、リラックスしてくつろぐ時間だということを体に知らせるのに役立ちます。他に就寝前の習慣はありますか？ストレッチやジェントルヨガを数分間行います。ストレッチは緊張をほぐし、体を休める準備をするのに役立ちます。まさに、筋肉をリラックスさせ、心を落ち着かせるのに役立ちます。それは素晴らしいです。自分に合った儀式を見つけることが大切です。確かに、眠る時間だと体に知らせるのに役立ちます。安静な就寝習慣があるようだね、アンナ。ありがとう、ジョン。ぐっすり眠るのに役立ちます。あなたはどう？画面から離れて、心を落ち着かせる音楽を聴くのが好きです。それは安らかな眠りの準備方法のように思えます。その日のアクティビティからリラックスしてくつろぐのに役立ちます。素晴らしいよ、ジョンより良い明日のために、これからも睡眠を優先していきましょう。絶対に、アンナ。さあ、安らかな夜と爽やかな朝を過ごしましょう。レッスン15、好きな料理は何ですか？こんにちは。好きな料理は何ですか？
私はイタリア料理が大好きです。あなたはどう？私はメキシコ料理が好きです。イタリア料理のどんなところが好きですか？濃厚な味とバラエティに富んだパスタ料理が大好きです。メキシコ料理には大胆な味とスパイスがあります。好きなイタリア料理は何ですか？クラシックなスパゲッティボロネーゼには抵抗できません。それは美味しい選択です。メキシコ料理ではタコスが好きです。イタリア料理が好きな特別な理由はありますか？新鮮な食材のシンプルさと使い方に感謝しています。メキシコ料理も新鮮な食材と鮮やかな色を重視しています。イタリア料理は家で作るの？はい、自家製のピザやパスタ料理を作るのが好きです。それは楽しそうですね。手作りのワカモレとエンチラーダを作るのが好きです。好きなメキシコ料理は何ですか？すべてのトッピングが入ったチキンファヒータの美味しいプレートが大好きです。それは風味豊かな選択です。メキシコ料理には幅広い選択肢があります。他の料理は食べたことがありますか？日本料理、特に寿司も楽しんでいます。寿司が人気です。様々な味を試してみるのもいいですね。食べてみたい料理はありますか？いつか本格的なインド料理を食べてみたいです。インド料理には様々な香り豊かなスパイスとフレーバーがあります。お気に入りのイタリアンデザートは何ですか？ティラミスは間違いなく私のお気に入りのイタリアンデザートです。これは古典的な選択です。メキシコ料理ではチュロスが人気です。イタリア料理が好きなレストランはありますか？ダウンタウンには私が訪れるのが大好きな居心地の良いイタリアントラットリアがあります。それは素晴らしいですね。私は地元のメキシコのタケリアに行くのが好きです。新しい料理を試すのはいつもワクワクしますよね。絶対に異文化を体験する美味しい方法です。確かに、食べ物には人々を結びつける方法があります。これからも新しい味を探求していきましょ完全に同意します、ジョン。世界の料理を味わってみましょう。レッスン16、好きな季節はありますか？こんにちは、好きな季節はありますか？はい、私は春のシーズンが大好きです。あなたはどう？私は秋の季節が一番好きです。春のどんなところが好きですか？花が咲くのを見て、暖かさが戻ってくるのを感じるのが大好きです。秋は紅葉が美しく、気温も低くなります。春に特に楽しむアクティビティはありますか？春には公園に散歩やピクニックに行くのが好きです。それは楽しそうですね。秋にはハイキングと看護狩りを楽しみます。春のどんなところが好き？私はそれに伴う新しい感覚と新鮮な始まりを楽しんでいます。秋は居心地の良い雰囲気と収穫の喜びをもたらします。春が好きな理由は特にありますか？自然が活気づき、すべてが活気に満ちていると感じる時代です。自然が移り変わり、葉の色が変わる秋には特別な美しさがあります。好きな春の伝統はありますか？家族と一緒にイースターを祝ったり、卵を染めたりするのが大好きです。それは楽しい伝統のようですね。秋にはハロウィンにかぼちゃの彫刻を楽しみます。春で嫌いなことはある？私は春に時々やってくるアレルギーのファンではありません。
秋になると葉をかき集めるのが嫌いな人もいるかもしれません。春に咲く花で一番好きなものは何ですか？私はチューリップが大好きです。たくさんの色と喜びをもたらしてくれます。秋にはひまわりが個人的なお気に入りです。春に好きなアクティビティはありますか？その季節はガーデニングや花の植え付けを楽しんでいます。ガーデニングは自然とつながる素晴らしい方法です。秋にはかぼちゃ畑を訪れるのが好きです。春について他に思い浮かべることはありますか？今は希望と新しい始まりの季節で、インスピレーションを与えてくれます。秋はノスタルジックで心地よい感じがします。これからも四季折々の美しさを鑑賞していきましょう。同意するよ、ジョン。それぞれの季節には独自の魅力があります。自然のサイクルを楽しむのがコツ。レッスン17、好きな休日は何ですか？こんにちは。あなたの好きな休日は何ですか？クリスマスは私のお気に入りの休日です。あなたはどう？私はハロウィンが一番好きです。クリスマスのどんなところが好き？お祝いの飾り付けや贈るという精神が好きです。ハロウィンにはコスチュームとトリックオアトリートがあります。特に好きなクリスマスの伝統はありますか？クリスマスツリーを飾ったり、ホリデークッキーを焼いたりするのが大好きです。ハロウィンにはかぼちゃの彫刻と不気味なムービーマラソンがあります。クリスマスのどんなところが好き？家族と過ごしたり、贈り物を交換したりするのが大好きです。ハロウィンは楽しくて遊び心のある雰囲気です。クリスマスが好きな理由は特にありますか？温かさ、愛、そして大切にされてきた伝統の時代です。ハロウィーンは創造性を育み、想像力をかきたてます。好きなクリスマス映画はありますか？ホームアローンと It's a One Wonderful Life を見るのが好きです。ホーカスポーカスやナイトメアビフォアクリスマスなどのハロウィン映画はクラシックです。クリスマスで嫌いなことはありますか？私はそれに伴う寒い気候のファンではありません。ハロウィンでは怖い映画やお化け屋敷を楽しめない人もいるかもしれません。好きなクリスマスソングはありますか？ジングルベルはいつも私をホリデースピリットに誘ってくれるクラシックです。ハロウィンにはモンスターマッシュやスリラーなどのキャッチーな曲があります。お気に入りのクリスマスのごちそうはありますか？クリスマスにはキャンディケインとホットチョコレートを楽しむのが大好きです。キャンディコーンやチョコレートバーなどのハロウィーンのおやつはいつも楽しいです。クリスマスについて他に何か考えはありますか？大切な人を大切にし、心に残る思い出を作る時です。ハロウィンは遊び心のある一面を取り入れて楽しくワクワクさせてくれます。これからも大好きな休日を楽しみましょ同意するよ、ジョン。それぞれの休日には独自の魔法があります。今シーズンの喜びを祝いましょう。レッスン18、パーティーに行くのは好きですか？こんにちは。パーティーに行くのは好きですか？はい、パーティーに行くのが大好きです。あなたはどう？パーティーはあんまり好きじゃない。パーティーのどんなところが好きですか？私は社交や新しい人との出会いを楽しんでいます。私は少人数の集まりが好きです。特定のタイプのパーティーを楽しんでいますか？私は誕生日パーティーや休日のお祝いが一番好きです。ディナーパーティーのような親密な集まりは楽しいと思います。パーティーのどんなところが好きですか？
活気のある雰囲気と楽しい機会が好きです。会話には静かな設定が好きです。思い出に残るパーティー体験は？私はかつてコスチュームパーティーに行って、ドレスアップをして楽しい時間を過ごしそれはました。楽しい経験のようですね。私はカジュアルな集まりが好きだ。パーティーで嫌いなことはある？時々混雑しすぎたり、うるさくなりすぎたりして、私の好みには合それにはわないこと共感があります。できるよ。私には騒音レベルが圧倒されることもある。好きなパーティーゲームはありますか？パーティーでシャレードや雑学クイズをするのが好きです。ボードゲームやカードゲームの方が楽しいと思います。パーティーについて他に何か考えはありますか？お祝いをしたり、心に残る思い出を作ったりするのに最適な方法です。有意義な会話には静かな設定が好きです。これからも好きなソーシャルセッティングを楽しみましょ同意するよ、ジョン。私たちに喜びをもたらすものを見つけることは重要です。私たち独自の方法で祝うことにしましょう。レッスン19、楽しい週末をどう思いますか？う。こんにちは。楽しい週末をどう思いますか？私は屋外で時間を過ごしたり、ハイキングに行ったりするのが大好きです。あなたはどう？家でくつろいだり、映画を見たりするのが好きです。ハイキングのどんなところが好きですか？私は自然の中にいること、そしてそれがもたらす冒険シーンを楽しんでいます。映画を見ていると、リラックスして魅力的な物語を楽しむことができます。特に好きなハイキング先はありますか？近くの国立公園や風光明媚な小道を探索するのが大好きです。ポップコーンをいっぱい飲みながら居心地の良い映画の夜が好きです。ハイキングのどんなところが好き？私は新鮮な空気と途中の美しい景色が大好きです。映画は私が現実から逃れ、様々な世界に没頭することを可能にします。思い出に残るハイキング体験はありますか？私はかつて山の頂上までハイキングをして、息を飲むような日の出を目撃しました。それは信じられない経験のように思えます。私は映画に隠された宝石を発見することを楽しんでいます。ハイキングで嫌いなことはありますか？天候が予測できず、ハイキング体験に影響する場合があります。それは理解できます。ムービーナイトは技術的な問題で中断されることがあります。好きな映画のジャンルはありますか？私は冒険映画とドラマ映画が一番好きです。私は SF 映画やコメディ映画のファンです。週末に他に何か考えたことはありますか？週末は元気を取り戻し、大好きなことをするチャンスです。私も同感です。私たちに喜びとリラックスをもたらす活動を見つけることは重要です。これからも理想の週末を楽しみましょう。絶対に、ジョン。冒険とレジャーに満ちた週末へ。レッスン20、親友はいますか？こんにちは、親友はいますか？はい、私には親友がいます。あなたはどう？私には親しい友人が何人かいますが、親友はいません。親友がいることのどんなところが好きですか？私は信頼でき、すべてを共有できる人がいることを楽しんでいます。サポートしてくれる友達の輪があるのはいいことです。親友に特に感謝している特質はありますか？彼らの忠誠心、理解、ユーモアのセンスに感謝します。それらはどんな友情においても重要な資質です。親友との特別な思い出はありますか？
私たちはかつて一緒にロードトリップをして、新しい場所を探索するのがとても楽しかったです。それは思い出に残る経験のようですね。私は親しい友人と過ごした瞬間を大切にしています。この人があなたの親友である特別な理由はありますか？私たちは一緒に浮き沈みを経験し、いつもお互いのためにそこにいました。それは持っておくべき強い絆です。私は友人からの信頼と支持を大切にしています。親友を見つけるにあたって何かアドバイスはありますか？友情を築くには、オープンで、誠実で、辛抱強くなることが重要だと思います。私も同感です。深いつながりを築くには時間と労力がかかります。親友について他に何か考えはありますか？親友は家族のようなもので、人生をより有意義なものにします。親しい友人を持つことは、私たちの生活に喜びと支えをもたらします。これからも友情を大切にしていきましょう。絶対に、ジョン。生涯の友情と冒険を分かち合おう。レッスン21、海外旅行をしたことはありますか？海外旅行をしたことがありますか？はい、あります。あなたはどう？いいえ、まだ海外旅行をしたことはありません。どこに行ったことがある？フランス、イタリア、日本に行ったことがあります。海外旅行をしていない特別な理由はありますか？旅行を計画する機会も時間もありませんでした。今まで訪れた中でお気に入りの場所は？私はイタリアのローマの史跡を探索するのが大好きでした。あなたはどう？いつか日本を訪れたいと思っています。海外旅行で思い出に残っていることはありますか？私はパリで伝統的なフランス料理を試して素晴らしい時間を過ごしました。それは信じられないですね。異文化を体験するのを楽しみにしています。やりたいことリストに旅行先はありますか？ギリシャに行って美しい島々を探索したいです。あなたはどう？オーストラリアに行ってグレートバリアリーフを見てみたいです。海外旅行を計画している人への旅行のコツを教えてください。現地の習慣を調べて、現地の言葉でいくつかの基本的なフレーズを学びましょう。それは素晴らしいアドバイスです。海外旅行について他に何か考えはありますか？視野を広げ、異なる文化を理解することができます。私も同感です。これからも旅を通して世界を探検し、思い出を作りましょう。絶対に、ジョン。エキサイティングな冒険と新しい場所の発見に行きましょう。レッスン22、ビーチでの休暇と市内旅行のどちらが好きですか？ずっとパリに行きたかった。ビーチでの休暇と市内旅行のどちらが好きですか？私はどちらも好きですが、私は市内旅行に傾いています。あなたはどう？私はどちらかというとビーチでの休暇が好きです。市内旅行のどんなところが好きですか？私は美術館を探索したり、様々な料理を試したり、賑やかな都市生活を体験したりするのが大好きです。私はビーチでリラックスしたり、泳いだり、日光浴を楽しんだりしています。訪れてみたい特定の都市はありますか？ずっと日本の東京を探検したいと思っていました。あなたはどう？ボラボラとその素晴らしいビーチを訪れることを夢見ています。今まで行ったことのある市内旅行で思い出に残っていることはありますか？バルセロナとそのユニークな建築物を探索して素晴らしい時間を過ごしました。それは信じられないですね。行ったことのあるお気に入りのビーチデスティネーションは？モルディブの白い砂浜が大好きでした。市内旅行で直面する課題はありますか？
馴染みのない都市をナビゲートしたり、混雑した観光スポットに対処したりするのは難しい場合があります。ビーチでの休暇で直面する課題はありますか？人気のビーチで人里離れた場所を見つけるのが難しい場合があります。市内旅行を計画している人に何かアドバイスはありますか？時間を最大限に活用するために、事前に旅程を調べて計画してください。ビーチでの休暇を計画している人に何かアドバイスはありますか？日焼け止め、水着、ビーチタオルをお忘れなく。ビーチでの休暇や市内旅行について他に何か考えはありますか？どちらもユニークな体験を提供しており、リラクゼーションと探索のバランスを取るのは素晴らしいことです。私も同感です。これからも最高のビーチバケーションと市内旅行を楽しみましょう。忘れられない冒険に出かけましょう。レッスン23、旅程はどのように計画しますか？旅程はどのように計画していますか？私はオンラインで調べて推薦を求めます。あなたはどう？普段は旅行サイトやガイドブックに頼っています。オンラインでのリサーチのどんなところが好きですか？他の旅行者からの豊富な情報やレビューにアクセスできます。ガイドブックには人気の観光スポットを詳しく紹介しています。役に立つと思う特定のウェブサイトはありますか？旅行予約サイトをよく利用したり、おすすめの旅行ブログを読んだりしています。旅行フォーラムはインサイダーの情報を得るのに役立つと思います。特に大切にしているおすすめはありますか？直接体験した友人や地元の人からの推薦が好きです。あなたはどうですか？途中で出会った他の旅行者からの推薦を信頼しています。旅程を計画するときに直面する課題はありますか？選択肢が非常に多く、時間が限られているため、圧倒されることがあります。何か課題に直面してい人里ますか？離れた場所のアトラクションを見つけるのが難しい場合があります。旅程を計画している人に何かアドバイスはありますか？必ず訪れるべき場所に優先順位をつけ、予期せぬ発見にも柔軟に対応できるようにしましょう。それは良いアドバイスです。旅行日程の計画について他に何か考えはありますか？リサーチやプランニングはワクワクするものですが、自発性と探求の余地を残しておきましょう。私も同感です。これからも冒険の計画を立て、思い出に残る旅行体験を作りましょ絶対に、ジョン。よく計画された旅程と忘れられない旅程をご紹介します。レッスン24、特定のワークアウトルーチンに従っていますか？特定のワークアウトルーチンに従っていますか？はい、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせていっています。あなたはどう？私は有酸素運動に集中するのが好きです。ワークアウトのルーチンのどんなところが好きですか？持久力を高め、筋力をつけるのに役立ちます。あなたはどう？有酸素運動は私に活力を与え、心臓の健康を促進します。特に好きなエクササイズはありますか？私はランニング、サイクリング、フリートワークアウトを楽しんでいます。あなたはどう？ロングランをしたり、バスケットボールなどのスポーツをしたりするのが大好きです。ワークアウトルーチンで直面している課題はありますか？忙しいスケジュールでは、ワークアウトに間に合う時間を見つけるのが難しい場合があります。あなたはどうですか？定期的に運動するモチベーションを保つのが難しい場合があります。ワークアウトルーチンを始めようとしている人に何かアドバイスはありますか？好きなアクティビティから始めて、現実的な目標を設定してください。一貫性が重要です。あなたはどう？
特定のワークアウト時間を設定し、説明責任を果たしてくれるワークアウト仲間を見つけると助かります。フィットネスとエクササイズについて他に何か考えはありますか？体の声に耳を傾け、全体的な健康を優先することが重要です。これからもアクティブでいて、自分のことを大ごとにしていきましょう。私も同感です。健康的でアクティブなライフスタイルを実現しましょう。レッスン25、あなたは野外活動のファンですか？あなたは野外活動のファンですか？はい、ハイキングとサイクリングが大好きです。あなたはどう？野外活動も楽しんでいます。ハイキングのどんなところが好きですか？私は自然に囲まれていること、そしてそれがもたらす冒険心が大好きです。サイクリングは私のお気に入りのアウトドアアクティビティです。どんなところが楽しいですか？自転車に乗ることで、新しい場所を探索しながら、同時にアクティブでいることができます。今まで行った中でお気に入りのハイキングコグランドースはあキャニオンでのりますか？ハイキングは素晴らしい経験をしました。あなたはどう？スイスアルプスでのハイキングが大好きでした。これまでに試したサイクリングルートで思い出に残っていカリるものフォルニアのはありますか？海岸線でのサイクリングを楽しみました。野外活動で直面している課題はありますか？気象条件が屋外計画に影響を与えることがあります。あなたはどう？適切なサイクリングコースを見つけるのは難しい場合があります。ハイキングやサイクリングに興味がある人に何かアドバイスはありますか？初心者向けのトレイルから始めて、水や日焼け止めなどの必需品を必ず用意してください。それは良いアドバイスです。野外活動について他に何か考えはありますか？アクティブな状態を保ち、自然とつながり、ストレスを解消するのに最適な方法です。私も同感です。これからもアウトドアを楽しみ、新しい冒険を探りましょう。絶対に、ジョン。エキサイティングなハイキング、スリル満点のサイクリング、忘れられないアウトドア体験をご紹介します。